みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気に世界のニュースを届けちゃうのだ。今回ずんだもんが紹介するのは、南米の暑い国、ベネズエラなのだ。実は、みんな、知ってた？ベネズエラには、世界で一番雷がたくさん落ちる湖があるのだ。ギネス世界記録にもなってる、マラカイボ湖っていうところなのだ。なんと、1年の半分以上、ずーっと雷が鳴りやまないらしいのだ。なんだかロマンチックなのだ。今日はこのベネズエラに関するニュースを全部で3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。マドゥロ大統領の早期退任検討報道、ベネズエラ高官が否定っていう記事なのだ。ベネズエラの内情とアメリカやロシア、中国との国際関係がまたまたピリピリしてるみたいで、カリブ海が新たな緊張の地になってるらしいのだ。これは見逃せないのだ。その前に動画が面白いって思ったら高評価とチャンネル登録も忘れずに押してくれると嬉しいのだ。さあ、みんなで一緒にベネズエラの最新事情を深掘りしていくのだ。準備はいいかな？レッツゴーなのだ。南米大陸の北端、カリブ海に面した美しい国、ベネズエラを紹介するのだ。首都はアンデス山脈の谷間にある活気あふれるカラカスで、かつてはシモン・ボリバルによってスペインからの独立を勝ち取った共和制の歴史を持つ国なのだよ。人口はおおよそ3000万人で、世界有数の石油埋蔵量を誇り、長らくその資源が主要産業を支えてきたのだ。豊かな自然も特徴で、世界最大の落差を誇るエンジェルフォールは特に有名。カリブの陽気な文化と混じり合い、音楽やダンスも盛んなのだ。しかし近年は、原油価格の変動や複雑な政治、経済情勢から国民生活に大きな影響が出ており、国際的にも注目を集めているのだ。多くの課題を抱えながらも、その秘めたる魅力は尽きない、多様な顔を持つ国なのだよ。一つ目のニュースなのだ。米国、圧力強化でベネズエラ路線の国際航空会社大半が運航停止、という記事なのだ。米国の圧力強化を受けて、多くの国際航空会社がベネズエラの首都カラカスへの便を運休しているのだ。イベリア航空やターキッシュエアラインズなどが、米国連邦航空局 FAA の安全保障状況悪化と軍事活動激化への注意喚起、ノータムに応じて運航を一時停止したのだ。トランプ政権は麻薬対策を名目に空母を含む大規模な軍事資産をカリブ海に展開しているのだ。米軍は麻薬運搬船とされる船を破壊し、多くの民間人を殺害しているけど、証拠は示されていないのだ。国連専門家はこれを超法規的処刑と指摘しているのだ。米国民の世論調査では 70% がベネズエラへの軍事行動に反対しているのだ。一方でホワイトハウスはマドゥロ大統領らを麻薬テロリズムと非難し、軍事増強を正当化しているのだ。マドゥロ大統領捕獲情報には高額の懸賞金もかけられているのだ。しかし、米国はテロ組織の存在やベネズエラ政府高官の関与を示す証拠を提示していないのだ。ベネズエラ政府はこれを馬鹿げたでっち上げ、突翼非難し、米国の政策是正を求めているのだ。国連や米麻薬取締局の報告では、ベネズエラが麻薬密売で果たす役割はごくわずかとされているのだ。二つ目のニュースなのだ。マドゥロ大統領の早期退任検討報道、ベネズエラ高官が否定という記事なのだ。ベネズエラの内務大臣カベージョ氏がマドゥロ大統領が早期辞任を検討しているというニューヨークタイムズの報道をきっぱり否定したのだ。彼はこれを嘘だと断じ、ベネズエラの革命が危険にさらされることはないと強く主張したのだ。マドゥロ大統領自身もアメリカとの対話は歓迎しつつ、ベネズエラの主権は絶対に守ると表明したのだ。一方、アメリカのトランプ大統領は交渉再開を示唆しているものの、
ベネズエラ周辺海域で軍事力を増強しているのだ。麻薬対策を名目に船舶を攻撃し、多数の民間人が犠牲になっているとされ、国連やアメリカ軍内部からも超法規的殺人に当たる可能性があると強い批判の声が上がっているのだ。アメリカはベネズエラ政府が麻薬密輸に関与していると主張しているけど、ロシアや中国はこれを根拠のない非難であり、内政干渉だと強く反発しているのだ。カリブ海が新たな緊張の地になっていると警告されているのだ。3つ目のニュースなのだ。ベネズエラ同盟国、米国に軍事行動停止を要求、波及効果、警告という記事なのだ。非同盟運動や国連憲章擁護友好国グループが、米国がカリブ海でどんどん軍備を増やしていることにとっても心配しているのだ。ベネズエラを攻撃したら地域全体に大変なことになっちゃうって警告しているのだ。米国は空母ジェラルド、ハール、フォードを派遣して麻薬対策だと言いながら小型船を空爆して80人以上も殺しているのだ。でもその証拠は全然ないし、国連の専門家もこれはひどい超法規的殺害なのだって言っているのだ。米軍はベネズエラのすぐ近くでトリニダード・トバゴと合同訓練もしているのだ。だから友好国グループは米国にベネズエラの政権を変えようとする動きや軍事的な挑発をやめるように強く求めているのだ。米国はベネズエラが麻薬密売に関わっていると主張してマドゥーロ大統領にまで5000万ドルもの懸賞金をかけているのだ。でもね、国連や米国の麻薬取締機関もベネズエラは麻薬を生産していないってきっぱり否定しているのだ。この麻薬密売を口実にして米国はカーテル・デ・ロス・ソウルズっていう団体をテロ組織に指定しようとしているらしいのだ。これはベネズエラへの軍事攻撃の口実になりかねないってみんな心配しているのだ。マドゥーロ大統領は米国との対話に前向きだけど、米国の一部の人は軍事介入を目論んでいるみたい。ベネズエラは国土を守るために20万人もの兵士を配備してしっかり準備を整えているのだ。豊かな自然と文化を持つベネズエラだけど、今は米国からの麻薬対策を名目とした軍事圧力や超法規的殺害に国際社会の懸念が高まっているのだ。多くの国が平和的解決と主権尊重を求める中、対話がとても重要なのだ。スンダモンはベネズエラの平和な未来を心から願うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。